お前は何を言っているんだ。空見る子も切れますわ。ブラッドアウトアルティメットカーネージというゲームがありまして、現在はコレクターズエディションとして販売されているのだ。そしてこのゲームは普通に起動できます。当たり前だよな。ほらこの通り。そらそうよ。だがしかしこのゲームなんと今年の2月頃は起動できなかったのだ。なぜそんなことを知っているかって？それは私が起動できなくて困ったからだ。そして私はネットで情報を集め起動方法を確立した。やりますね。しかしその直後、十数年ぶりのアップデートが。このアップデでゲームは普通に起動可能になった。許せなかった。ブラッドアウトアルティメットカーネージが普通に起動できるなんて。だから私はブラッドアウトアルティメットカーネージを起動不可能な状態に戻すことにした。いや、その理屈はおかしい。皆さんに Steam の古いバージョンのゲームのインストール方法を伝授しましょう。まずは Steam のコンソールタブを開きましょう。Explorer のアドレス欄に上記を入力。Steam にコンソールタブが追加されました。エクスプローラーに入力したのにね。私はフラットアウトアルティメットカーネージの欲しいバージョンのコマンドを事前に調べて準備しております。これをコンソールに入力するとダウンロードが開始されます。でれれれ、カーン、でれれれ。最新版の場所とは別の場所に保存されますので、後で最新版と差し替える形になります。ダウンロードが完了しました。古いバージョンのファイルが確認できます。今回はもう一つダウンロードします。再び控えておいたコマンドを入力。終わりました。3分以上かかった。ほとんどカットしたけどね。まずインストール先のフォルダを空にしておく。アンインストールはせず手動で削除します。これはアンインストールで削除するとインストール時に再び最新版で上書きされるため、フォルダ内に何もないがインストール済みという状況が好ましいのだ。ではダウンロードした古いバージョンをインストールフォルダに移していきましょう。古いバージョンへの差し替え工事完了です。早速起動に失敗するか確認しよう。やってやる、やってやるぞ。起動に失敗しましたね。もう一回。ダメみたいですね。ようやく本題に入れます。長く苦しい戦いだった。そもそもなぜ起動できなかったのか。これは Windows ライブが原因であった。Windows ライブのサービスが終了しているから連携しているゲームでエラーが発生するのだ。だから Windows ライブを無効化する。これが目標になりますね。最新版だと無効化されてる。それを言っちゃおしまいよ。まずジョークスタツのファイルをインストールフォルダにぶち込みます。次にスチームレスを活用します。お前レスばっかり活用してんな。スチームレスでランチャーエグゼをアンパックします。要するに起動できるように展開するのね。インストール先のアドレスをコピペしておくとちょっとした時短になります。すぐにランチャーエグゼが見つかりましたね。選択しましょう。そしてアンパック。これで起動するための準備が完了しました。無駄な努力がようやく終わる時だな。まずアンパックしてないランチャーエグゼを実行してみましょう。エラーが出ました。スチームレスがないとこうなります。ランチャーエグゼではなくゲームの実行ファイル FOUC エグゼを実行してもやっぱりダメです。ではアンパックした方を実行してみましょう。コンフィギュレーションツールが起動しました。じゃあ参るか。
る